風、竹久夢二。風が山の方から吹いてきました。学校の先生がお通りになると、町で遊んでいた生徒たちがみんなお辞儀をするように、風が通ると林に立っている若い梢も野の草もみんなお辞儀をするのでした。風は町の方へも吹いてきました。それは大層面白そうでした。教会の十字塔を吹いたり、煙突の口で鳴ったり、町の角を回るとき、とんぼ返りをしたりする様子はとても面白そうで、ちょうど子供たちが鬼ごっこするもんよっとおいでというように、ダンスをするもんよっとおいでと言いながら風の遊び仲間を集めるのでした。風が面白そうな歌を歌いながらダンスをして踊り回るので、物干し台のエプロンや子供の着物もダンスを始めます。すると木の葉も枝の端で踊り出す。町に落ちていたタバコの吸い殻も紙くずも空に舞い上がって踊るのでした。その時、町を歩いていた幸太郎という子供の帽子が浮かれ出して、いつの間にか幸太郎の頭から飛び降りて、ダンスをしながら町を駆け出しました。その帽子には長いリボンがついていたから、遠くから見るとまるで鳥のように飛ぶのでした。幸太郎は驚いて、止まれと号令をかけましたが、帽子は聞こえないふりをして風とふざけながらどんどん大通りの方まで飛んでいきます。幸太郎が一生懸命に追いかけたから、やっとのことで追いついて、帽子のリボンを押さえようとすると、またどっと風が吹いてきたので、今度はまるで輪のようにくるくると回りながら駆け出しました。坊ちゃん、なかなか捕まりませんよ。帽子がかけながら言うのです。すると今度は大通りから横丁の方へ風が吹き回したので、幸太郎の帽子も風と一緒に横丁へ曲がってしまいました。そしてそこにあったビール樽の陰へ隠れました。幸太郎は大急ぎで横丁の角まで来ましたが、帽子は見つかりません。僕の帽子がないや。幸太郎はもう泣き出しそうになって言いました。帽子を連れて行った風も幸太郎が気の毒になってきて、坊ちゃん、私が見つけてあげましょう。そう言ってビール樽の影の帽子の尻尾をひらひらと吹いてみせました。
孝太郎はすぐ帽子のあるところを見つけました。万歳。孝太郎は帽子の尻尾をつかんで叫びました。風やい、もう取られないぞ。孝太郎は帽子のつばを両手でしっかり握って言いました。ほうほう。風はそう言いながら飛んでいきました。エプロンも木の葉も紙くずもまたダンスをしていたけれど、孝太郎の帽子はもうダンスをしませんでした。